崩壊スターレイル心理学アナイクス編。こんにちは、コバトーンです。リクエストも多かったアナクサゴラス先生の性格分析やっていきます。では早速いってみましょう。ネタバレ注意。今回の話には崩壊スターレイルバージョン 3.1 および 3.2 に登場したアナイクスことアナクサゴラス先生の物語が含まれます。まだプレイしていない人やネタバレが嫌な人はブラウザバック推奨です。それが大丈夫なら続けてご視聴どうぞ。アナクサゴラスのストーリー。アナクサゴラスは幼少期、家族で大地獣をペットとして飼っていました。そんな大地獣に似せて作ったぬいぐるみを姉からもらい、小さい頃はそれを抱いていないと寝られなかったそうです。しかし5歳の時、暗黒の潮がやってきて家族を失います。幼かった彼はタイタンに祈りを捧げますが、どのタイタンも祈りに応えてくれることはありませんでした。その後、生き残ったアナクサゴラスはシンゴの授弟で学問の道へ進みます。そこでセレサスの理論に触れるのです。セレサスは初めて魂の概念を提唱した学者。そして生命や物体、さらにはその運動まで本質は同源であると主張する理論を展開していました。アナクサゴラスは思いました。もし本質が同じものであるなら、自分の一部を対価とすれば姉を復活させられるのではないかと。しかし実験は失敗します。どうやら姉を錬成することには成功したようですが、最後の会話を交わすくらいのことしかできなかったようです。この時にアナクサゴラスは片目を代償としており、そのため現在は眼帯をつけているわけですね。なお、この人体錬成はシンゴの授弟としても擁護できないくらいのとんでもない罪らしく、師匠であるエウペドクレスは早くこの実験から手を引くようにアナクサゴラスを説得します。アナクサゴラスは説得に応じ人体錬成を諦めますが、一方でセレサスの研究を引き継ぐことに決めました。これにより魂への深い造形が生まれていったわけですね。その後、アナクサゴラスはシンゴの授弟にて地種学派を立ち上げ、さらに七賢人に名を連ねる学者にまで上り詰めます。また、シンゴの授弟ではファイノンやキャストリスの先生もやっていたため、彼らからはアナイクス先生と呼ばれています。現在では黄金園に選ばれていながら、火を打たびや神託を否定する変わった立ち位置をとっていて、それゆえに神を冒涜する大演者、すなわちヒュポクリテスと呼ばれています。アナクサゴラスはタイタンについても、人間がまだ征服していないだけの力に過ぎないと論じており、他のオンパロス人とはかなり違う意見を持っていますね。そんな彼はある命題を抱えています。魂の本質、すなわち私たちは何者なのかです。魂の本質を研究するアナクサゴラスは錬金術により自分の魂を一部切り離して動かすことができたりするなど、いわば魂を扱うことができます。彼の実験は多岐にわたり、その思考は黄金の血の純度と神聖の示準さにも及びました。オンパロスでは黄金栄とはタイタンの血を色濃く受け継いだ存在だと言われています。ではその黄金栄や人間の魂を錬金術によっていじることで、よりタイタンに近い存在に魂を近づけられるのではないかというアイデアに至ったのです。そしてタイタンの創造物と人の魂を融合させる実験をしますが、黄金の血の純度を上げることはできませんでした。黄金の血の純度はそもそも黄金栄の方がタイタンの創造物よりも高いらしいのです。つまり彼の実験を実証するためにはもっとタイタンに近い存在が必要です。いえ、むしろタイタンそのものだと望ましい。しかし存命のタイタンはさすがに手を出すことができません。そして死したタイタンではそもそも実験ができないのです。つまり死にゆくタイタンがいれば好都合。そう考えている時にシンゴの授弟へ暗黒の潮がやってきます。シンゴの授弟が抱えるタイタンであるサーシスはまさに死に瀕した状況に陥りました。アナクサゴラスはサーシスの魂を使って錬成をしようと試み、サーシスはその得意な考えや姿勢を気に入ってアナクサゴラスの体に入ることを選択します。なお、この際サーシスが体に入ったのはサーシスの意思であり、この少し前にアナクサゴラス自身はすでに死んでいたそうです。今はサーシスが入ったことで魂をギリギリつなぎ止めていられる状態みたいですね。こうしてサーシスと合体したアナクサゴラス先生となってから私たちは初めて本編で出会うわけです。この場面ではシンゴの授弟を襲撃しに来たフレームスティーラーをみんなの協力で一旦引かせることに成功します。その後は暗黒の潮による襲撃で亡くなった同僚たちの家族へ挨拶に行ったりもしていましたね。さらにアグライアとも会話をします。アグライアは火を追う旅を完遂したいため、創世の家臣へサーシスの火種を返還させたいのですが、同時に火種を抱えるアナクサゴラスを殺すこともできません。そして火種は元老院への対抗手段でもあります。ここで場面は次のバージョンへ移り、民会が開かれます。
民会では火を追うたび反対派の元老院が黄金栄でありながら火を追うたびに反対票を投じているアナクサゴラスを引き込み、なおかつ彼の抱えるサーシスの火種をも手に入れることで民意を得ようとしていました。アナクサゴラスは元老院の代表であるカイニスの元を訪れ、議論の後、彼女の信頼を得ます。しかしアナクサゴラスには別に2つの狙いがあったのです。一つは後ほど触れるので頭の隅に覚えておいてください。直近で実行する目的は黎明の崖に登ることです。元老院側についたことでライコスの助力が得られたアナクサゴラスはケファレの身体がある黎明の崖に登ります。そしてそこで自分の疑問を果たすべく錬金術を使いケファレの魂を一部自分と同化することでケファレが保持していた過去の記憶を除くことに成功するのでした。この記憶にアナクサゴラスは震撼します。それは彼の仮説を裏付けるものだったからです。実はタイタンとは輪廻のようなシステムを繰り返している存在で、半身となったものが再創生によって次のタイタンとなる。そしてその再創生を果たすための記憶を保持する存在がケファレだったのです。大発見です。しかしこれだけだとまだ足りません。魂の本質、私たちは一体何者なのか。確かに輪廻のようなシステムを使っているというルーツは分かったのですが、錬金術で魂の純度を上げられるのかは不明です。そしてそれはアナクサゴラス本人は検証できない内容でもあります。実は黎明の崖に登る前まではうまいことケファレの魂を使って自分の黄金の血を強化できたら自分が再創生を担うつもりでいました。しかし実際には相性が良くなかったためそれはできませんでした。つまりタイタンの魂を使うことでより純度の高い魂に錬成する実験は実証できていないのです。ちなみに錬金術とはうまくいったもので、純度の低い黄金の血を錬金して黄金にすることが錬金術です。現実世界の錬金術も鉄や銅などの金属を家事技術や科学や魔術によって黄金にランクアップさせようというものですよね。要するに言ってみれば純度の低い黄金の血とは銅の血、鉄の血みたいなもので、それを魂の錬成によって黄金の血にランクアップさせようというのがオンパロス世界の錬金術なんですね。非常に素晴らしいネーミングだと思います。この魂の純度を上げる実証ができる存在がアナクサゴラスの知り合いに一人だけいました。それがキャストリスです。アナクサゴラスはスティコシアに伝わる巨竜伝説を見た際になんか錬金術っぽいなと感じていました。さらに黄金栄のルーツを考えた時にご先祖に黄金栄がいたりするヒアンシーなどと異なり、自分やキャストリスは黄金の血のルーツが不明なことに着目していたんですね。特にキャストリスは半身でもないのに1000年以上生きていて神聖のような能力も備えています。これらのことから推論してキャストリスは何らかの錬金術によって神聖を与えられているのではないかと仮定したわけです。そこに黎明の崖で見たケファレの記憶が重なります。先代の黄金栄たちの中にキャストリスそっくりの存在とその妹であるボリュシアがいたのです。おまけにそこでは錬金術にも言及がありました。サーシスの前世のような存在であるカリプソーが錬金術を扱うことができ、ニカドリーの前身であるゴーナウスの魂を分けてみせたのです。これはニカドリー編でも触れられていた話で、勇気、栄誉、忍耐、犠牲、理性を分割して保存していましたよね。つまり言い換えれば魂の分割とは元の存在の性質を分割することと言えそうです。さらにカリプソーはボリュシアに錬金術を教え、ボリュシアは大切な人にそれを使うであろうことも発言していました。これらのことを統合して考えると、キャストリスそっくりの存在とボリュシアはタナトスの前世であり、ボリュシアが何らかの錬金術を用いたことでタナトスの魂は分割され、不完全なタナトスが誕生した。そしてそれがキャストリスなのではと推論ができます。視点を変えて考えれば、現在のキャストリスは不完全な黄金の血を持った状態です。もしキャストリスがスティコシアに赴き、自分の残りの魂を見つけて錬金術によって完全な黄金の血を取り戻すことができたなら、錬金術によってタイタンに近い魂を錬成することが可能であるという理論を実証できたことになります。なのでアナクサゴラスはキャストリスを巻き込み、彼女自身が知りたがっていた己のルーツを求める旅に向かわせます。結果はご存知の通り、冥界にいたボリュシアは現世ではボリクスになっており、お姉ちゃんを助けたい一心で錬金術を使っていたことが分かりました。ボリュシアから残りの神聖を受け取ったキャストリスは完璧なタナトスの神聖を備えた半身になり、その知らせが冥界に参加していたアナクサゴラスに届けられることになったわけですね。この知らせがあったことでアナクサゴラスが提唱していた理論が完全に正しいと証明されました。その喜びで先生は高らかに笑います。このシーン大好きなのでちょっと見てみましょうか。
あなたの推測は証明されました。感謝します、キャストリス。答えは明白です。私は火を追うたびに投票します。私は世界の真理を解き明かした。はい、最高ですね。なお、この場面までアナクサゴラス先生が投票を渋っていた理由は、火を追うたびに根拠がないためです。よくわからない信託なんてものを盲目的に信じて、理屈もわからないのに突き進むなんて馬鹿げていると思ったわけですね。しかし、アナクサゴラスの理論が実証されたことで、信託は火を追うたびはちゃんと実行できる内容であるということが明らかになりました。だから最後は火を追うたびに投票したんですね。彼は火を追うたびそのものに反対していたわけではありません。根拠のなさにうんざりしていただけなのです。そして最初から最後までその実証が目的である点は変わっていませんでした。だからその後のアナクサゴラス劇場では皆に指摘をします。火を追う旅が正しいと投票した民会ですが、その誰も根拠なんて持ち合わせていないこと。言い出しっぺの黄金栄やファイノンですら保証ができないことを指摘したんですね。しかしアナクサゴラスは保証できます。だから私こそが真実なのです。アナクサゴラスは自身が証明した内容を民会で発表し、オクヘイマの民を驚かせます。そしてもう一つの目的である元老院の排除へ動きます。実験の際、ケファレの魂を利用したことを証言し、神を冒涜したことを告白します。そしてその行動を補佐した元老院も罪に問われるべきでしょうと巻き添えにするのです。これにより元老院は一時的に民からの信頼を失い、黄金栄の邪魔がしづらくなります。個人的にはアナクサゴラスなりの優しさが見えるシーンなんじゃないかなと思いますね。一方、アナクサゴラス本人は投票により死刑が宣告されます。苦しい決断をするアグライアですが、これもアナクサゴラス先生ならではの優しい置き土産だと考えられると思います。なぜならアナクサゴラス本人はもう死んでいて、サーシスの魂に耐えられる時間も極限が迫っています。どのみち死ぬのです。だから死刑になっても構いません。しかも半身として消滅すれば来世で必ず復活できるということを誰よりも確信しています。なので死ぬことは別に気にしていないんですよね。むしろそれを実証できた喜びでいっぱいです。死んでしまうなら別にこの先のことを考える必要もないんですが、ついでに元老院の行動を封じてアグライアたちをサポートしました。さらにきちんと死刑を執行する姿を見せることで、民衆から黄金園やアグライアの信頼度が上がります。こういったついでの行動でみんなを導くところが彼の教師たるゆえんなんでしょうね。最後は高笑いしながら大満足でこの世を去ります。アナクサゴラスのビッグ5では、ストーリーが分かったところでアナクサゴラスのビッグ5を見ていきましょう。ビッグ5とは科学的な性格分析で最もよく用いられている方法です。詳しくはこちらの動画でも説明しているので、よければどうぞ。本動画でもざっくりと意味合いを説明しながら進みますので、このまま見ていただいても大丈夫です。アナクサゴラス先生のビッグ5はこんな感じ。項目を一つずつ見ていきましょう。まず神経症傾向ですが、非常に低いと言えます。神経症傾向とはメンタルの繊細さを表す指標です。なので数値が高いほどメンタルが傷つきやすく、数値が低いほど強靭なメンタルを持っていると言えます。つまりアナクサゴラス先生はめちゃくちゃメンタルが強いです。これは想像しやすいですよね。本編でもありとあらゆるところに喧嘩を売りまくっています。自分の信念がとにかく大切で、周囲から陰口を叩かれてもほとんど気にしません。というか、オンパロス世界で最も高貴な存在であるタイタンを相手にしてもでかい態度を貫く傲慢さは、メンタルが強い以外の表現が見つからないですよね。納得の評価でしょう。次に外交性です。こちらは平均程度に収まりましたね。外交性とは他人と積極に関わる性質のこと、またポジティブな感情を含む意味合いです。アナクサゴラス先生は学者なので、自分の内側に沈み込むように深く考える傾向があります。そのため内向性は十分に高いと言えるんです。しかし同時に教師としての側面を持っていて、他人を教え導くためならガンガン人と関わっていきます。時にそれが無礼であったり激しい論調であったりもしますが、自分から他人と関わっていく姿勢を強く持っているので、外交性も同時に備えているんですよね。なので結果として平均程度に収まっています。実際のところ内訳としてはめちゃくちゃ高い部分とめちゃくちゃ低い部分が攻め合っているような結果と言えるでしょう。
とても彼を象徴しているらしい性格特性ですね。次に誠実性です。こちらは辛いことでもコツコツ続けられる性質を指します。まあ言葉は不要ですよね。最高得点と言って差し支えありません。だって先生は最初から死んでますからね。タイタンに体の内側から命を削られながら時々死後の世界に足を突っ込み、そんな体を引っ張って崖登りをして、最終的には自分の考えを高らかに叫びながら消えていきました。我慢強さ以外の何でもないですよね。納得の高得点。次に調和性、他人への親切さや面倒見の良さを含みます。アナクサゴラス先生はだいぶ低めの結果となりました。これに関しては思い当たる節がたくさんありますよね。基本的に他人と接するときは厳しい口調ですし、相手をバカにすることも少なくありません。というか大体の人をバカにしてます。喧嘩も売ります。罵倒します。なので表面的に見ればめちゃくちゃ点数が低くなるのも納得ですよね。ただし先ほども触れた通り、教師として相手を教え導く優しさも持ち合わせています。それでまあ最低得点ではないって感じ。とはいえ基本的にはめちゃくちゃ攻撃的な性格をしているので、総じて低い評価となっています。最後に開放性です。こちらは知的好奇心の強さを表す指標です。まあ言わずもがなですよね。ほぼ満点です。最初から最後まで鉄頭鉄尾、知的好奇心と探求心だけで動いていたと言っても過言ではありません。もはや知的好奇心が具現化したような人間なので納得の点数でしょう。唯一開放性に含まれる要素の美的観点だけが採点が難しかったのですが、ファイノンのファッションセンスをバカにしているところなどを見てもある程度の美的センスを持ち合わせていそうな気がします。なのでそれもやや高めで採点しています。はい、というわけで全体を見てみてめちゃくちゃピーキーな性格でしたが、アナクサゴラス先生らしさがにじみ出ていて良い結果でしたね。では次に行ってみましょう。アナクサゴラス先生のダークトライアド。では続いてビッグ5に含まれない性格特性であるダークトライアドを見ていきましょう。ダークトライアドとは揃ってしまうと危険な人物になりやすい3つの性格特性のことです。自分のことが大好きなナルシシズム、目的のためなら手段を選ばないマキャベリアニズム、そして他人への共感度が低いサイコパシーです。一つずつの性質は役に立つ側面も持っていたりするのですが、3つ揃うと大概危険な人物になります。目的のためなら手段を選ばなくて、その過程で他人を傷つけても痛みがわからない。そしてそんなことをやっている自分が大好きと考えればヤバそうなことは想像つきますよね。なので危険な3つの性格特性ということでダークトライアドと呼ばれています。では早速アナクサゴラス先生のダークトライアドを見てみましょう。はい、こんな感じ。綺麗な三角形ですね。こちらも1個ずつ見ていきましょう。まずサイコパシーです。他人への共感能力の低さを示す指標ですね。なので数値が高ければ高いほど他人に共感できない状態になります。アナクサゴラス先生は他人の気持ちをあんまり考慮しません。誤解なきように言っておくと、他人の気持ちを論理的に理解することは得意です。ファイノンに弁論術を教えていることからもそれは伺い知れますよね。人の心が理解できていないと大衆を動かす喋り方はできないからです。ただしそれはあくまで理論的に分かっているということ。共感能力とは相手が体験していることをまるで自分の体で味わっているかのように再現する能力のことです。なので共感能力が高い人は相手が傷つくような言葉をぶつけるとき、自分まで傷ついているような感覚がしてしまってブレーキをかけることができるんですね。こういった意味合いで考えるとアナクサゴラス先生は完璧なノーブレーキですよね。なんならアクセル踏み込んでるまであります。以上のことから共感能力はとても低いと言えるでしょう。しかしそれゆえに周りに気を使ったり忖度したりすることなく目的に邁進することができます。これがサイコパスの有能な部分でもありますね。納得の高得点。次にマキャベリアニズム、目的のためなら手段を選ばない性質です。まあ選んでませんよね。でもグラフを見ると平均程度に収まっています。これってなんか不思議な感じがしませんか？実はマキャベリアニズムを測定する質問の中には有利に立ち回るために偉い人に取り入っておくべきだみたいな質問があるんですね。アナクサゴラス先生の場合、偉い人にまで喧嘩を売ってしまっていて、ここの点数が低く評価されました。だから平均程度になっているんですね。ただこれの理由って一般的な人とちょっと違いますよね。まず偉い人に媚びへつらわない理由ですが、相手のことをどうでもいいと思っているからです。むしろ媚びへつらうタイプよりもヤバいやつなんですよ。次にアナクサゴラス先生自身がとても身分が高いからという点もあります。
真古の呪帝の七賢人なので、オンパロス世界では官僚みたいなレベルで偉いと言えるでしょう。そもそも本人が超偉いので、傍若無人な立ち振る舞いが押し通せてしまう点も関係してきます。そういった得意性から点数が低くなった感じですね。ただ理由が理由なんで、むしろ満点よりも高い評価を出したいところではあります。実質最高得点と言っていいでしょう。本当に先生らしい。最後にナルシシズムです。こちらは自分が大好きな度合いを示す指標。これもとんでもなく高いことが分かりますよね。なんせ私こそが唯一の真理とか大声で宣言してくるくらいなので、とんでもなく自分に自信があって自分大好きです。これも分かりやすい項目でしょう。さてさて、話は変わりまして、実は今回ライブ配信で視聴者の皆さんと一緒にアナクサゴラス先生の性格分析をしてみる企画をしたんですね。決まった質問集があって、それに点数をつけて回答していくことで最終的に集計されて、今見ている性格が分かるようになっているっていう仕組みなんですが、アナクサゴラス先生の内容がとんでもなく面白かったので一部シェアします。だいたいこういった質問っていうのは、こんな傾向があるよねといった内容で回答していくんですけど、アナクサゴラス先生はちょっと特殊で、例えばこんな質問がありました。サイコパスを判定する質問の一つに、私は物騒な状況に飛び込むようなことはしないというものがあります。はい、もうお分かりですよね。傾向があるというよりか、もうしてるんですよ。他にも、私は他人からよく手に負えないと言われる。私は人に迷惑をかけるような問題を起こしていない。私は誰に何を言ってでも欲しいものを手に入れるなど、アナクサゴラス先生からしたら実行済みの質問が多すぎてだいぶ面白かったです。性格特性を診断するというよりかは事実確認をしている感じになったので、ここまで回答しやすいキャラクターは今までいなかったですね。最高に愉快な先生だと思います。まとめ、やばいことをやったやばい性格の人。はい、いかがでしょうか。アナクサゴラス先生の性格がより深く理解できていると幸いです。端的に言ってしまえば、やばい性格の人がやばいことをやったと言えるでしょう。奥平間の法律でも完全にアウトな人体錬成に始まり、神を二柱も冒涜し、自分を実験台にして生徒を冥界に送り込み、偉い人に片っ端から喧嘩を売りまくって、最後には民衆全員をバカにして死刑が確定したのに自分の仮説が証明されて大満足で高笑いして消えていった人です。最高です。大好きです。そんなやりたい放題な彼ですが、ドットーレみたいにならないところは数少ない美点にあるでしょう。教師としてファイノンやキャストリスを導く倫理観を備えていたり、研究の原点は大好きな姉に会いたい気持ちだったりと、両親や愛情がちゃんとあるんですよね。また研究の方向が火を追う旅と一致していたことも良い印象を作るのに一役買っています。もし研究が主人公やファイノンたちと違う方向を向いたものだったとしたら、多分どんな手段を使ってでも実現してくるでしょうから恐ろしいですよね。どんな方向に転ぶか分かったもんじゃありません。毎度のことなんですが、こんなピーキーなキャラをちゃんと魅力的に見せてくれるホヨバースの腕前に舌を巻いちゃいますよね。はい、というわけでアナクサゴラス先生の性格分析でした。今回はライブ配信で視聴者のみんなと一緒に性格分析をする初の試みだったんですが、めちゃくちゃ楽しかったです。なのでまたやろうと思っていますので、よかったら参加してみてください。参加したい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また今回の動画が面白かったよという方は高評価もしてくれると嬉しいです。というわけで今回の情報もあなたが崩壊スターレールを楽しむための一助として参考まで。